こんにちは、菜の葉です。今回は日陰でも育つ植物紹介していくよ。植物を育てる上で一番大切なのは、日当たりと言われるほど日光は大事なんですが、室内で日を当てるのは意外と難しかったりもしますよね。そこで、日陰でも育てることができる、おしゃれな観葉植物を10個紹介します。もちろん全く日が当たらない場所では枯れてしまうので、どれくらいの明るさなら育つかなどのポイントや難易度をご紹介しますね。まず一つ目はシェフレラ、手のひらみたいな葉っぱが特徴の植物。あまり火が入らない場所でも耐えれて、環境に順応する力強い植物です。もともとはたくさん日光を浴びて育つ植物なので、ずっと日当たりがない場所に置いておくと、葉っぱを落としてしまうことがあります。シェフレラを飾る場所はこちら。シェフレラに関しては、強く元気に育てるため、直射日光を当てるのもありだと思うんですが、その際は、日光に慣れさせて、夏以外の日光に当てるのがベストです。日差しに慣れていない時や、夏の厳しい日光を長い時間当て続けてしまうと、葉焼けをしてしまうので注意。土が乾いた時にしっかり水を与えていれば、どんどん元気に育ってくれます。幹が曲がっているものなどあって、とってもおしゃれなのでぜひ育ててみて。皆さん結構この植物、目にしたことがあると思います。ヤシ類は日光を好む植物なんですが、テーブルヤシは強い日差しが苦手で、日陰にとっても強い観葉植物です。耐陰性もあるので、初心者さんでも育てるのが難しくないですよ。テーブルヤシを飾る場所はこちら。冬の寒さや夏の水切れには弱いですが、そこを気をつけてあげれば、割と簡単に育てることができますよ。育つのが遅い分、インテリアにも合わせやすいのでぜひ飾ってみて。大きい葉っぱが特徴の観葉植物。モンステラも日常で目にすることが多いですよね。また現地では、湿度が高いジャングルの日陰で生息しているので、あまり日が当たらない場所でも耐えることができるんです。モンステラを飾る場所はこちら。基本の水やりは土が乾いてからしっかりと、冬は土を乾かし気味に管理してあげます。成長も早く本当に強い植物なので、初心者さんにも育てやすいですよ。とても丈夫で、いろんな環境に適応できる、これもまた人気の植物。ポトスを飾る場所はこちら。ポトスの種類の中で、パーフェクトグリーンという品種が強いそうなので飾ってみて。植物の中でも皆さんが一番聞いたことのある植物ですよね。パキラは耐陰性があり、蛍光灯の光でも丈夫に育ってくれます。パキラを飾る場所はこちら。土がしっかり乾いてから水をたっぷり与えてあげると、どんどん元気に成長してくれます。成長速度も速く新芽もいっぱい出てきますよ。またパキラは寒さには少し苦手です。冬の室内ではできれば12度以上を保ってあげましょう。とっても育てやすく、これもまた初心者さんにおすすめなので飾ってみてね。小さく薄い葉が特徴の植物。ふわふわした葉っぱが可愛いですね。アジアンタムを飾る場所はこちら。葉っぱが薄い分、とても乾燥しやすく、乾燥すると葉がチリチリになって枯れるので、
育てていく上で湿度をしっかり保ってあげるのがポイント。日陰にはとっても強く、見た目も涼しげで、小さくてふわふわした葉っぱは本当に綺麗なのでぜひ飾ってみて。植物好きは必ず持っているぐらい定番の観葉植物。日陰や乾燥にもとても強く、ほとんど手がかからず育てやすいことで人気。寒さと水の与えすぎに気をつければ基本的には枯れません。サンスベリアを飾る場所はこちら。土がカラカラになるまで乾かしてからたっぷり水を与えるとすくすく育ちます。寒さには弱いので冬は室内で10度以上を保ってあげましょう。サンスベリアは種類が結構あり、かっこいいものが多いので男性にもおすすめの植物です。とても強い植物なので植物初めての方はサンスベリアから始めるのもいいですよ。熱帯から亜熱帯の森の木の下に自生しているので日陰でもよく育ちます。種類は1000種類以上。ペペロミアを飾る場所はこちら。柄も様々なので集めるのも楽しいですよ。冬の寒さや水の与えすぎが苦手で温度が8度を下回ったら弱るので注意。乾燥や日陰にも強いのでお部屋で育てるのに最適。個性的な柄が特徴でインテリア性抜群の観葉植物。カラテアを飾る場所はこちら。柄が本当かっこいい。日陰に強いカラテアですが、寒さと乾燥には弱いので少し難しいです。春から秋にかけては土が乾いて水やりをしてればそれなりに育つんですが、冬が難易度が高く、水やりを控えつつ温度をできれば10度くらいに保つ。難しい場合は段ボールなどで寒さ対策をしてあげることで寒さから守ることができます。難易度が高いのが欠点ですが、見た目が美しく飾るだけで華やかになる人気の観葉植物です。皆さんどこかで必ず目にしたことのある大人気の観葉植物。日陰にもある程度耐陰性があり、室内の日当たりの悪い場所でも育ちます。ただしずっと日が当たらない場所に置き続けると弱ってしまうこともあるので、たまに外に出して日光浴を数時間させてあげるのがベスト。ガジュマルを飾る場所はこちら。耐陰性が強く乾燥にも強いので初心者さんにもおすすめですよ。またガジュマルはとてもユニークな幹の形をしているので成長を見ていて楽しい観葉植物です。おすすめなので飾ってみて。日当たりが悪くても育つ観葉植物、皆さんもぜひ諦めず挑戦してみて。先頭でもお伝えしましたが、やはり日当たりはとても大切で、日光に当てることで植物がより強く育ちます。日陰に強い植物でも常に日当たりを意識して育ててみてください。このチャンネルでは植物の育て方やおしゃれな観葉植物を配信しています。植物大好きな方はぜひチャンネル登録お願いします。